どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆれてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ワンピースの話数と記念日です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。僕はワンピースの話数には意味があると考えて、話数の語呂合わせなんてものを考察していますが、その語呂合わせとは、日本ではよく記念日に使われます。それらはワンピースでもキャラクターの誕生日に採用されています。例えば、温泉を掘り当てた穴掘五郎の誕生日はいい風呂。11月26日、いい風呂の日です。これは読者ではなく、小田先生が設定した誕生日ですから、ここは誰が何と言おうと、小田先生は確実にやっています。この揺るぎない事実から話数と記念日を考えてみましょう。基本的に小田先生がどこまで考えているのか分かりませんし、全ての記念日と話数に関係があるわけではありませんが、確実に小田先生は時々その遊び心において話数と記念日を関連づけていると考えます。話数の考察はあまり人気がありませんが、世界広しといえど僕くらいしかこんなことを考えないでしょうから、ちょっとやっておきましょう。ただしこれから話す内容には僕もしくは小田先生のこじつけが含まれますから、生温かい目で見ていてください。まずは1月1日、新年の始まり、元旦から考えましょう。1月1日を表す話数は11ではなく、1月1日、つまり101話です。101話はグランドラインへ出発した1日目です。それは100話、伝説は始まったで行われた浸水式の次の話数が101話なのです。つまり101話とは新しい始まり、元旦を表していそう。元旦とは漢字の通り、水平線から太陽が昇ることを表しています。101話ではリバースマウンテンの頂上に登りました。1月16日は日本では禁酒の日です。1月16日を表す116話ではブロギーが酒を持っているかと尋ねています。2月3日は節分の日です。節分の日は豆をまきながら鬼は外、福は内と言いながら邪気を払う行事ですが、203話のタイトルは鬼ではなくワニっぽい。コブラ王が王家の墓を崩壊させてワニことクロコダイルを排除しようとします。ワニは外。これはなかなかのこじつけです。2月8日は針供養の日です。針供養の日とは折れて使えなくなった針を豆腐やこんにゃくなどに刺して供養する謎の行事です。208話デルフィーはクロコダイルの毒針を折っていますから、これはかなり合致しています。2月11日は日本の建国記念日です。211話のタイトルは王。日本と同じ太陽の紋章の国アラバスタの反乱の後、コブラ王は過去亡き者にだと誰にもできやしない。この戦争の上に立ち生きてみせよアラバスタ王国よ。新たなるアラバスタ王国の建国記念日が211話か。2月14日はバレンタインデーです。女性から愛を込めて男性へチョコレートを贈る日。しかし214話では女性からではなく、逆にフルボディとジャンゴからヒナへ花束が贈られています。2月29日はニンニクの日とウルー肉の日。229話のタイトルは飯を食おうです。3月3日は女の子の成長を願うひな祭りの日です。303話でナミは空島の宝を独り占めしようとしていますから、ナミは健やかに成長しています。これはかなりこじつけがひどいです。3月6日は世界一周記念日です。306話では島を一周するドーナツレースです。これは少し合致しています。4月1日はエイプリルフール、4月バカです。401話ではウソップが静かにジャブラから鍵を盗もうとしていますが、鶏なのにチュンとスズメのように鳴いたことにゴミを入れてしまうウソップ。これは4月バカというよりもウソップがバカです。
4月29日は羊の肉、羊肉の日です。429話では一味のピンチに駆けつけた羊の肉、メリーゴーが大活躍。5月3日は憲法記念日とゴミの日です。503話では世界の法律そのものであり、そしてゴミみたいな天竜人を排除します。5月5日は子供の日です。505話ではギアサードを使って小さな子供になってしまうルフィ。5月6日はゴムの日です。506話ではシャンクスがルフィとロジャーを重ねて期待しています。ゴールとゴムか。5月7日は博士の日です。507話では考古学者のロビンが歴史についてレイリーに追求しています。5月19日はチャンピオンの日です。519話のタイトルは王の資質。ブブの闘技場で覇王色を見せるルフィ。これはかなり合致しています。5月22日はガールスカウトの日です。522話では女性たちがルフィを誘ったりしています。5月23日はキスの日です。523話ではハンコックの赤化キス。6月19日はロマンスの日です。619話ではサンジが白星に恋をしています。6月27日は演説の日です。627話では深星とホーディがそれぞれ魚人島全域に向けて演説しています。7月7日は願いが叶う日、七夕です。707話では憎きルフィを長年追いかけてきたチンジャオとキャベンディッシュがルフィを見つけていますから願いが叶っています。7月12日は人間ドックの日です。712話ではサンジが心も体もギロギロの身で身体検査されてしまう。7月20日は海の日、海開きの日です。720話ではバルトロメオがルフィこそが海賊王だと信じています。海の日と海の王か。7月22日はワンピース連載スタート、ワンピースの日です。722話の扉絵はカリブーによって沈みゆく工場。それはワンピース長年の秘密、沈みゆく世界を表しているのか。さらに722話ではジョーラのアートも意味深です。7月26日は幽霊の日です。726話では死んだと思われていた陸王が生きていました。また見えない妖精トンタッタ族の話もあります。8月7日はバナナの日と花の日です。807話ではバナナを食べるフランキー。そして鼻の長いズニーシャの上に鼻の長いマンモスのジャックが初登場。8月19日はバイクの日です。819話の扉絵にはバルジモアのバイク。8月21日は噴水の日です。821話はズニーシャの攻撃、しぶき舞い散る撥水です。8月24日は大噴火の日です。824話ではルフィがサニー号を燃やしてしまう。そしてカイドウ怒りの大噴火。9月6日は黒の日です。906話には真っ黒いイム様が初登場。ここは確実にやっていそうです。9月22日は孤児院の日です。922話の扉絵はかつて孤児であり奴隷だったコアラです。10月7日はミステリー記念日です。1007話には死んだはずの謎のおでんが登場。ミステリー。10月10日は目の愛護デーです。1010話の扉絵はプリンの目薬ですから、もはやこれは気づいてくれと言わんばかりか。10月16日はボスの日です。1016話には新たなる百獣海賊団のボス、きびだんごのお玉が登場。10月31日はハロウィンです。1031話はビッグマムのトリックオアトリートではなく、ライフオアおしるこですから、これは確実にやっています。11月1日はいい医療の日です。1101話ではボニーを監視する悪い看護師アルファ。11月19日は緊急時に助けを呼ぶ119番の日です。11月22日はいい夫婦の日です。ジョイボーイとエメトはいい夫婦。エメトの笑い方も夫婦。さらにエメトとメオともかけているでしょう。11月23日は勤労感謝の日です。1123話では一味を逃がすために一人犠牲となったエメトの仕事っぷりにルフィは感謝しています。11月29日はいい肉の日です。
これはエルバフの耳神グルトバニーのいい肉か。11月30日は鏡の日です。語呂合わせはいいミラー。1130話でロードの鏡の国を脱出したルフィこと太陽の神ニカが1対1で自称太陽の神ロキと対峙していますから、まさにいいミラー、鏡の日です。以上がワスーと記念日のリンク考察です。どうでしょうか。僕はこうした遊びはある程度あると考えています。他にも22話で宝箱にはまったガイモンの話はアメリカで身動きが取れないという意味の慣用句キャッチ22のイメージでしょうし、1013話のライウンゼウスがライウンヘラに食べられてしまう話は1気圧を表す1013ヘクトパスカルのイメージでしょう。そして次の記念日リンクがもしもあるなら、それは12月1日、1201話ですから、だいぶ先というよりもほぼ最終回でしょうか。ワンピースの最終回は1200話と考えている人が多いです。それは僕も4年前からずっと言ってるように、1話から600話が前半の海なら、後半の海、新世界とは601話から1200話だと考えられるからです。ちなみにもしも1200話が最終回なら、最終回1200話の話数の語呂合わせは一つにまとまる。一つにまとまる。最終回にふさわしい美しい語呂合わせです。1200話で終わるのが最も美しいですが、しかしもしも仮にそれ以上まだ連載が続くなら、最終回はもしかすると1231話かもしれません。なぜなら12月31日は1231話を表し、それはロジャーの誕生日であり1年の終わりだからです。というわけで、ワンピースの話数には記念日のテーマが全てではないが割と反映されていた。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強を忘るの理論に滑り倒すダジャレと恩師な私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろ一緒に最後まで釈迦じゃないよ。